読書は推し活。今更鬼平犯科帳と思われるかもしれませんが、ついに読み始めました。学園もの×バトルが絶妙にバランスよく描かれていて、コメディとシリアスがうまく組み合わさった作品です。主人公以外のエピソードでこんなに泣いてしまうなんて、最近はなかったです。さて、46巻ですが、辛いよ、と思いながら読み進めていました。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回は、本オタクの私が7月に購入した10冊をレビューしていきます。小説、漫画の順にランキング形式で紹介します。チャプターを用意しているため、よろしければご活用ください。また、概要欄に各作品のリンクも貼っているため、気になった作品があれば、ぜひ読んでみてください。まず、小説からです。小説は基本的に Amazon の Kindle で購入していますが、今回は1作だけ紙の本で購入しました。今月の小説ベスト5。今月の小説第5位は、ネオブルース短編全集です。2022年4月に嘘社から発売された本作。まず、レオ・ブルースという作家について簡単に紹介しておくと、1903年イギリスに生まれ、本名はルーパート・クロフト・クックです。本名でも犯罪小説や多数の自伝を執筆した多作な作家ですが、レオ・ブルース名義で1936年にミステリー小説3人の名探偵のための事件を発表しました。面白いのは、レオ・ブルースという名前でミステリーを書いていることを本人は公式には認めなかったそうなんです。一種の遊びというか、そういうスタンスだったみたいですね。この短編全集には計40編入っていますが、イーフ巡査部長もの14編、グリーブ巡査部長もの11編が含まれています。私はこのうち、イーフ巡査部長が活躍する最初の3編を読みました。どの話も聞き役の僕に対して、イーフ巡査部長が過去の事件を語るという形式です。どれも見開き5ページほどと短いので手軽に読めるのが良かったです。本作は犯人当てを目的に読むのではなく、事件のトリックだったり、皮肉の効いた探偵の描写を楽しむ作品かなと思います。早く続きを読んで、グリーブ巡査部長とも出会おうと思います。未発表短編も含まれる本作、ネオブルースファンならもちろん、ネオブルース初心者にもおすすめできる一冊です。ミステリーが好きな方、特に古き良き英国ミステリーの雰囲気を楽しみたい方は、ぜひお手に取ってみてください。今月の小説第4位は、名称未設定ファイルです。本作は YouTube チャンネル、おもころチャンネルにレギュラー出演しているダヴィンチ・恐山さんが品田優名義で書いた短編集です。小編から短編まで17編の作品が収録されています。現代社会を鋭く描いた作品が中心で SNS、カスタマーサポート、ネット掲示板、同窓会など現代人なら誰もがあるあると共感できそうなテーマが扱われています。近未来を舞台にした SF 作品もあるんですが、確かにこんな未来になりそうと妙にリアルで少しゾクッとするような話が多かったです。個人的に一番好きだったのは最後に収録されているクラムデートの風は切られる。小型船で未知の惑星に着陸した2人の男性が主人公の SF 作品です。森や建造物を発見して期待に胸を膨らませる2人でしたが、近づいてみると廃墟ばかりで、結末がどうなるかはぜひ読んで確かめてみてください。今月の小説第3位は、一次元の挿し木です。こちらは第23回、このミステリーがすごいで文庫グランプリを受賞した作品です。大学院で遺伝学を学ぶ主人公は、ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨の DNA 鑑定を頼まれます。ところが分析の結果、なんと4年前に失踪した妹の DNA と一致するという衝撃的な結果が出るんよね。妹の精子と個人骨の DNA の真相を突き止めるべく動き出した主人公が、予想もつかない大きな陰謀に巻き込まれていくというストーリーです。この設定、あらすじを読んだ段階でもう面白そうですよね。実際に読んでみても、とにかくページをめくる手が止まらず一気読み。多重の謎を散りばめたミステリーとしてだけでなく、サスペンス小説としても秀逸な作品でした。特に印象的だったのは、映像的な表現です。本作は、説の名前に、視点主、時間軸が明記されており、場面転換が多いのが特徴です。作中で映画を引用するシーンも多く、おそらく作者の松下龍之介さんは映画がお好きなのかなという印象を受けました。ラストに向けて、説があまりにも短くなる部分は多少の読みにくさを感じましたが、一方で飽きさせない構成になっています。映像化がしやすそうな作品だなと感じました。妹に関する謎については、途中でそういうことかなと思っていたことが当たっていて嬉しかったです。新人作家さんにもかかわらず出力が素晴らしく、ぐんぐん読めたのですが、最後の結末だけは、あれと思ってしまいました。個人的には主人公の心情の変化が納得できなかったのですが、本作を読まれた方はどのような感想を持たれたでしょうか。読者それぞれで受け取り方が大きく変わりそうだなと感じたため、気になった方はぜひ読んでみてください。今月の小説第2位は、旅やおかえりです。本作は2014年に発表された長編小説で、第12回駅中書店大賞を受賞した作品です。2022年には NHK
ES プレミアムで安藤サクラさん主演でドラマ化され、2023年には続編も放送されました。主人公のおかえり、後藤海里香は売れないアラサータレントです。よろずやプロという小さな芸能事務所で、社長と副社長と共に細々と活動していました。唯一のレギュラー番組だった旅番組が打ち切りになって絶体絶命の状況に追い込まれた時、特別な依頼が舞い込みます。それは難病の娘の代わりに旅をしてほしいというお母さんからの切実な願いでした。この依頼をきっかけに、おかえりは旅に出られない人の代わりに旅をする旅代理業、旅屋として新たなスタートを切ることになるんです。設定だけ聞くと、まあ、よくあるお話かなと思うかもしれませんが、これが本当に泣ける作品でした。私は第1部の終わりで泣いて、クライマックスの10章、11章でもボロ泣きしてしまいました。原田マハさんの出力がとにかく素晴らしくて、伏線の張り方や主人公のおかえりの愛される性格、感情の描き方などが抜群にうまいんです。特に第1部の依頼人の親の愛情には心を打たれました。娘のために何かしてあげたいという親心がとても丁寧に描かれています。本作は2部構成になっていて、第2部では社長の過去も絡んだ新たな依頼について描かれています。これがまた心に響く深い話で、読んでいて胸が熱くなりました。原田マハさんの文章は本当に読みやすくて、あっという間に物語の世界に引き込まれます。旅の描写も美しくて、読んでいるだけで旅をしている気分になれるのも魅力の一つです。実は私、本作を連作短編だと勘違いしていて、今は連作短編の気分じゃないなって理由で積んどくにしていたんです。でも実際に読んでみたら一つの長編小説でもっと早く読めばよかったと後悔しました。こんな風に積まれた本の中には心を動かされる物語がまだまだ眠っているんでしょうね。この作品を読んで改めて読書の楽しさを実感しました。人と人とのつながりの温かさを感じたい方、心に響くヒューマンドラマを読みたい方にはぜひおすすめしたい一冊です。続編の丘の上の賢人、旅へお帰りという作品もあるので気に入った方はそちらもチェックしてみてください。今月の小説第1位は鬼平犯科帳の一巻です。今更鬼平犯科帳と思われるかもしれませんが、ついに読み始めました。これまでミステリー中心で時代小説にはあまり手を出してこなかったのですが、最近気になっていまして、1968年発行、今から57年前の作品ですが、驚くほどスラスラと読めました。連作短編集として8編収録されており、どの話も本当に引き込まれます。舞台は江戸時代、火付盗賊改め方と盗賊たちの攻防を描いた物語です。火付盗賊改め方は、通常の町奉行所よりも強権を持つ特別捜査機関、逃がすくらいなら切れ、という過激な方針の組織です。そんな彼らと盗賊との緊迫した駆け引きが作品の大きな魅力となっています。長年愛されるドラマシリーズの人気も納得です。読む前は、鬼の平蔵こと長谷川平蔵が前編の主役かと思っていましたが、彼が中心となるのは、本所桜屋敷一編のみ。他の作品では部下の同心や盗賊、さらには平蔵に協力する元盗賊たちにスポットが当てられます。密偵として潜入した元盗賊のいつ正体がバレるかというスリルや、命が軽い時代ならではの緊張感が読者は飽きさせません。短編ながら起承転結がしっかりと構築されており、読後の余韻も心地いいですね。長編小説のような重厚さはありませんが、完全懲悪の爽快感も味わえるのも魅力の一つです。実はセール時に全24巻をまとめて購入済み、これから少しずつ池波正太郎先生の世界を堪能していくつもりです。続いて漫画です。漫画は ebook Japan で購入しています。今月の漫画ベスト5。今月の漫画第5位は、先生、僕たちが世界を滅ぼしますの7巻です。本作はガンガンオンラインで連載中で漫画アップでも読むことができます。主人公のソロは、表向きは魔法学校の教師ですが、実は凄腕の殺し屋です。ナンバーゼロという異名を持つ彼が、とある任務で魔法学校の教師をすることになります。担任することになったのは、学年の落ちこぼれが集まる2年 D 組。この生徒たちは将来、国を滅ぼすと未来予知されており、ソロの任務は彼らの未来を変えることでした。最強の殺し屋が必死にいい先生を演じようとする姿がとても面白くて、生徒たちもそれぞれ個性的で魅力的です。絵柄が可愛らしいので、アニメ化するとよく入ると思うんですが、いつかしてほしいな。ソロ先生が人間らしいところが好きです。殺し屋としては最強なんだけど、その強くなった理由も共感できるし、生徒たちに振り回されている苦労人な一面がいいよね。7巻ではクラス対抗の魔法対決祭の続き、落ちこぼれの D クラス、1から6巻で努力を続けてきた生徒たちですが、やっぱり元が落ちこぼれなため、なかなかうまくはいきませんね。欠点だらけなところが愛らしい。学園もの×バトルが絶妙にバランスよく描かれていて、コメディとシリアスがうまく組み合わさった作品です。魔法学園の世界観が好きな方は、ぜひ読んでみてください。今月の漫画第4位は、婚約者様差し上げます。ヒロイン登場まで待ちませんの5巻です。本作は小説家になろうで大人気だった転生小説のコミカライズ作品です。
乙女ゲームの悪役令嬢に転生した主人公は、王子との婚約が決まったばかり。このままだと物語のラスボスとして最終的には死罪になってしまいます。そんな最悪な運命を変えるため、婚約解消してもらおうと奮闘するお話です。ここまではよくある転生ものですが、本作の特徴はヒロイン役の少女と仲良くなってヒロインと王子の恋愛を取り持つところにあります。5巻では学園編が本格的にスタート、主人公自身の幸せも近づいたと思ったら最後にピンチが訪れ、続きが気になります。今月の漫画第3位は異世界転生で賢者になって冒険者生活、魔法改良、異世界最強の1から9巻です。ガンガンオンラインで連載中です。原作者の新興初等先生は異世界少年漫画4000第2弾の動画で紹介した失格門の最強賢者の作者でもあります。異世界漫画が好きな方はぜひこちらの動画もご覧ください。本作異世界転生で賢者になって冒険者生活転生ものですが、斬新なのは魔法のある世界から魔法のある世界への転生という点です。転生前の世界はイルがそびえ立ち、主人公は塾講師をしていて、一見すると現代日本のようですが、魔法が当たり前にある世界でした。小学校で魔法の使い方や魔法陣の書き方を学んでおり、6属性すべて使えるのも当たり前です。ただ、魔物はとっくの昔に滅んでおり、危険な攻撃魔法は禁忌とされていました。そんな世界で育った主人公が転生した先は、よくある RPG の世界。攻撃魔法も使えるし、魔物もいるし、冒険者もいる世界でした。にもかかわらず、その世界の魔法はかなり非効率なもの。そこで主人公は義務教育の知識を使って無双するという話です。1から9巻まとめ買いして読みましたが、無双っぷりが爽快ですね。ヒロインたちと出会っては別れ、旅を続けるというスタイルのお話です。一風変わった異世界転生ものが読みたい方におすすめです。今月の漫画第2位は、死に戻りの魔法学校生活を男恋人とプロローグから、ただし好感度はゼロの6巻です。シリーズ累計100万部を突破した人気作品です。魔法学校に通う17歳のオリアナは、ある日恋人のヴィンセントと共に原因不明の死を迎えます。死ぬ前の記憶を持ったまま7歳の姿に石に戻ったオリアナ。愛しい恋人との再会を夢見ながら幾年を過ごし、やっと再会するも、彼はオリアナのことを何も覚えていませんでした。一方的に覚えている主人公のけなでさと、全く覚えていない元恋人とのすれ違いが、切れったくも愛しい作品です。時折挿入されるカラーページの美しさも見どころですが、一番の魅力はキャラクターたちです。オリアナとヴィンセントだけでなく、周りにいる友人たちも魅力的なんよね。5巻のヤナとアズラクのエピソードではボロ泣きでした。主人公以外のエピソードでこんなに泣いてしまうなんて、最近はなかったです。6巻は打って変わって笑えるエピソードもあり、とあるハプニングでヴィンセントがあまりにもかわいそうでした。そりゃ、社会的に死んじゃうよね。次の巻では、ついに死に戻った日に追いつくんですが、どんな結末が待ち受けているのか、心構えをして待ちたいと思います。今月の漫画第1位は、暁のよなの46巻です。本作については、中華風ファンタジー漫画参戦の動画で紹介しているため、未読の方はそちらの動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。さて、46巻ですが、辛いよ、辛いよ、と思いながら読み進めていました。ゼノの運命が過酷すぎる、ゲも久しぶりに支流が合流、と思ったら、ヨナにも非常な選択が、愛が、重すぎる愛がみんなを苦しめている。最後の白のセリフは最高でしたが、物語はいよいよクライマックスへ突入するそうで、最後まで見守ります。終わってほしいような、終わってほしくないような複雑な心境です。以上、法オタクが7月に購入した本10作のレビューでした。気になった作品はありましたか？皆さんが最近読んだ本もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。